エレメンタルヒーローネオスもいいわね。でもやっぱりシャドウルフュージョンが、毎度のことながらあまりにも好きだらけだなこいつ。あらマリサいたのね。今日のテーマは、融合っぽいな。そうなのよ。調べてみたら一番最初のエクストラデッキを使う特殊召喚だけあって、いろんな魅力的なカードがあるのよね。ほほう、自分で興味を持って調べるのは素晴らしいことだな。では今日はそんなレイムのために、いや、これ融合失敗ではとなる、モンスター10体を紹介するぜ。なんでそう極端な方のカードばかり紹介するのよ。極端な方が楽しいからな。それはそうね。それでは今回も、ゆっくりしていってね。というわけでまずはこいつ、サイバーオーガ2。あんた本当にサイバーオーガ好きね。本当だったらこのチャンネルの名前も、ゆっくりサイバーオーガチャンネルにしたかったぐらいだぜ。登録者さんはガツンと落ちそうだけど、恋チャンネルになりそうね。さて、そんなサイバーオーガ2だがこいつの効果は至極単純で、攻撃時、相手のモンスターの攻撃力の半分アップする。早い話がメタルか魔法反射装甲を内蔵したモンスターというわけだ。遊戯王プレイヤーにしか伝わらない短縮言語。このカード自体はオーガの名に恥じぬ戦闘特化のカードでいいんだが、素材元のサイバーオーガとの噛み合いがなかなか悪い。サイバーオーガは手札から別のサイバーオーガを捨てることで、攻撃力を2000アップさせるカードなんだが、サイバーオーガ2の融合素材は、サイバーオーガ2体、つまり2回サイバーオーガの効果を使用していると、サイバーオーガ2は普通の融合では召喚できなくなってしまう。そのあたりの自己矛盾は確かに難しいとこあるわよね。とはいえ素材元も融合モンスターも、カード単体で見れば優秀なカードだし、何より今回紹介するカードの中では優秀なカードではあるんだ。この子で優秀ってことは、今回の紹介するカードたちも、相当癖がありそうなカードたちね。楽しみだわ。さてお次はこいつ、クリッチー。こいつは有名なので知ってる人も多いと思う。ごめん。私わからないわ。そんなメジャーなカードなの？ああ、正確にはこいつの融合素材がめちゃくちゃ有名だな。あらそうなの？それなら私も知ってるかしら。ああ、きっとわかるぜ。なんせ両方とも禁止カード経験者だからな。禁止カード経験者？しかも両方？しかも禁止カードの中でも有名なカードである、黒木森のウィッチとクリッター、この2枚の融合モンスターだからな。本当に有名どころね。どっちもめちゃくちゃ優秀なサーチカードで、一時代を築き上げたカードね。そんな2枚を贅沢に使って仕上げた融合カードであるこのクリッチー。攻撃力2100で守備力1800効果はなしと、驚きのスペックだ。素材2体は攻撃力守備力が優秀なわけじゃないにしても、効果は優秀なのに。でも手札融合の素材にすればクリッターもウィッチも効果が発動するから、そういう意味では使えるかも。多分レイムが想像してるのは最初の最初、墓地に置かれた時という状況で効果が発動することだな。速攻でイラッタされてバカラ墓地に行った時に変更されたんだぜ。じゃあ今ってバカラ墓地に行った時だけなの？それでも強すぎて禁止になっていたがな。ということはクリッチーを融合しつつ、素材のカード2枚の効果を使おうとするなら2枚とも場に出してから融合しないといけないってこと？その通りだぜ。それで出てくるのが、効果のない攻撃力2100なのはさすがに。でもまあ、これも時代の変遷なのかもしれないな。昔の私たちはカードの強さなんて気にせず、アニメのキャラクターたちのように、かっこよく融合召喚がしたかった。たとえ手間に見合わないものでもな。言ってみればクリッチーは、融合を使うという体験をさせてくれたんだ。コストに見合わないからといって、体験しないのは非常にもったいない。割に合わなくても、もったいなくても、体験のためにお金を使える。それこそが国や人の豊かさそのものであり、我々が守っていくべき見えない財産なんだと思うぜ。マリサ、そういう意味ではこのクリッチーというカードは我々が社会の、喧騒にイラついて放り投げてしまった、豊かさを思い出させてくれる、唯一のカードなのかもしれないな。マリサ、つい語ってしまったぜ。あなた尺が余りそうな時にとりあえず社会問題に広げて、時間稼ごうとするの、本当に良くないからね。ごまかしきれないか。さてレイム、早速だがレイムにとって融合ってどんなイメージだ？唐突ね。そりゃあ融合っていうくらいだからこう融合のイラストみたいに、ぐにゃーと混ざって一つになってコーヒーにミルクが混ざるみたいな、だいぶファンシーな感じの説明だな。ファンシーの具現化みたいなもんでしょ。幻想郷っていうのは、融合といえばレイムが言ったように、2体のモンスターが1体にというイメージがかなり強い。そりゃあそうだ、文字通り、溶けて合わさるわけだからな。どうしたのよ急に。しかし世の中には溶けるどころか、なんか思ったよりも素材の味が残ってしまった。なんというか、いや、一つにはなってるけどこれ、融合というかというジャンルのモンスターが存在する。人は彼らのことを、乗っただけ融合、と呼ぶ？つまりここからは乗っただけ融合のモンスターを紹介するのね。そういうことだ。前置きが長くなったがまずはこいつ、結城シガヤ。この子は有名よね。遊戯が使う融合モンスターでアニメでも見たわ。ところでレイム、結城シガヤの融合素材を知っているか？そりゃあもちろん知ってるわ。暗黒騎士ガイアと、カースオブドラゴンの2体でしょ？
暗黒騎士ガイアの馬の代わりに、カースオブドラゴンに乗って暗黒騎士ガイアが戦ういいカードよ。ほほう、白色だな。じゃあ暗黒騎士ガイアとカースオブドラゴンの攻撃力は、わかるか？ちょっと自信ないけど、ガイアは2300でカースオブドラゴンは2000だったかしら。すごいな、しっかりと正解だ。そして今回紹介する勇騎士ガイアだが、こいつは攻撃力2600のモンスターだ。ふむふむ、融合モンスターとしては9大点といった攻撃力ね。だがレ夢ム、よく考えてほしい。急に何よ。攻撃力2000のカースオブドラゴンの上に、ガイアの騎手が乗ると攻撃力が2600になる。そうね。つまり乗っている方の槍使いは、攻撃力が600しかないんだよ。いや、そうはならないでしょ。ガイアさんこんな立派な槍を持ってるし、さすがにカード制作の都合でしょうし、余った1700もの攻撃力はどこに行ったのよ。甘いでレ夢ム。ガイアにはまだ、攻撃力を有している存在が隠されているじゃないか。どういうことよ？馬だよ。暗黒騎士ガイアの残りの攻撃力1700は馬の方が担っていたんだ。いや、本当にどういうことよ。でも一応算数的には合ってる。そういうことだ。乗っただけ融合にはこういった、この世の真実が隠されているんだ。まあオタク特有の悪ノリって感じだけど、嫌いじゃないわね。さて、乗っただけ融合シリーズ第2弾、闇魔界の勇騎士ダークソードだ。闇魔界の勇騎士、肩書きもかっこいいし、ご本人もダークソードってかっこいいわね。気分にもガイアと同じ勇騎士だ。勇騎士、乗っただけ融合が多いのかしら。ちなみにレ夢ムはこいつの融合元はわかるか？闇魔界、勇騎士、ダークソード。特に思いつかないわね。まあ無理もないか。こいつの融合素材、闇魔界の戦士ダークソードと、漆黒のドラゴンは20年以上前の2002年のカード、むしろわかる人の方がレアかもな。融合素材も、とにかく闇、黒、って感じね。しかもユニオンモンスター？漆黒のドラゴンは闇魔界の戦士ダークソード限定のユニオンモンスターで、この2枚のカードは初めてユニオンが出たパックの収録カードで、他にも気流というカードが、ダークソードのユニオンモンスターとして収録されているぞ。へえ勉強になるわ。じゃなくて、なんだ？ユニオンで装備するモンスターとされるモンスターで融合って、する意味あるの？だって、戦士ダークソードにドラゴンを装備したものと、勇騎士のダークソードの攻撃力同じじゃない？ちょっと待て。しかもテキスト見た感じ、ユニオンの方は破壊耐性と貫通効果、融合の方は戦闘ダメージを与えたら相手の墓地のカードを除外って。お前解説する前に勇騎士の効果までばらしやがって。どっちかといえば普通にユニオンする方が耐性もつくし、アタッカーとしても優秀よ。これならわざわざ乗っただけ融合するよりもユニオンの方がマシじゃないの。ストップ。レ夢ムストップ。お前さ。わかるよ。こう思いついたことをバーッと喋りたくなるのは、まずい。面倒な拗ね方だわ。でもさ、こっちにも準備があったから、それをいきなりアドリブで潰されたら、たまったもんじゃないんだ。こっちも一応善意でやってるわけだけどさ。マリサの言う通りだわ。本当に申し訳なく思ってて。思うだけじゃねえ。こいつ。わかったわよ。あんたが前にやりたがってた、初代遊戯王アニメ一気見企画付き合うから機嫌直してちょうだいよ。本当か？もう付き合うわよ。まあレ夢ムが解説するのもたまには味があってよかったな。病的な手のひら返しの速さだわ。というわけで乗っただけシリーズお次のカードは、融合素材の効果を生かしたカードたちだぜ。そういえばここまで紹介した子たちはもともとがバニラだったり、素材と関係ない効果だったりしたわね。別のモンスターになったわけだけど、融合素材元の効果を強化した効果とかあったら合体して強化って感じするわね。今回紹介するこのナイトメアを狩る資料、こいつはまさに、レ夢ムが欲しがっている効果そのものだぜ。へえ、楽しみだわ。まずこいつの融合素材モンスターは、魂を削る資料とナイトメアホース、両方ともバッチリ効果モンスターだぜ。魂を削る資料は見たことあるわ。ナイトメアホースが泣いてるぜ。ではまずは魂を削る資料の効果から、こいつはステータスこそ低いが、戦闘耐性があるため壁として仕事ができる上、こいつが直接攻撃に成功した場合、相手の手札をランダムに捨てさせる効果がある。その代わりに効果の対象になると自壊するデメリット持ちだが、それでも環境で活躍しており、一時期は制限カードにもなっていた。壁にしてよし、素材にしてよしの便利なカードだわ。そしてもう一体の融合素材であるナイトメアホースは、わかりやすくいい効果。相手の場にモンスターがいても直接攻撃できる効果だ。単純だけどいい効果ね。そしてこの2体が融合したカード、ナイトメアを狩る資料の効果は、1、戦闘で破壊されない。2、直接攻撃に成功した時にランダムなハンデス。3、相手の場にモンスターがいても直接攻撃が可能。4、効果の対象になった場合自壊する。この4つの効果だ。へえ、確かに融合素材のモンスター2体の効果。急に読み込み遅くなったな。ねえマリサこれって、私の勘違いじゃなければ多分おそらくきっと、2体のモンスターの効果をただ1体にまとめただけじゃない？さすが白霊の巫女。鋭い観察眼だな。できればもっと有意義なタイミングでアピールしたかったわ。異変解決とか。だがレ夢ム、お前は根本的な部分を見逃していないか？確かによく考えたら、なんでシューティングゲームのキャラが、カードゲームの解説なんてしているのかしら。根本ギリギリまで行ってしまった。
もうちょい手前側の話だ。手前側。そもそも乗っただけの融合なんだから、効果も普通に一つになっただけの方が、自然じゃないかという話だ。ああ、言われてみれば。確かに本来そっちの方が自然といえば自然だ。そういった意味では名前も、イラストも効果もストイックに載せただけ、というコンセプトを完遂してるんだな。ナイトメアを狩る資料というカードは。まあ確実に融合としては成功どころか、水と油ぐらいお互いの個性が混ざらないけど、元々の効果自体は噛み合っているカードだから、結果としてはいいカードだわ。ただ欲を言えば、対象に取られても自戒されないようになって欲しかった。まあそこを補えというのは、ただの馬であるナイトメアホースには、あまりにも酷だな。まだまだ続くぜ乗っただけ融合モンスターたち。お次はこいつ、マスターオブドラゴンナイト。本当に今回竜騎士多いわね。竜騎士特集じゃない。よくわからん切れ方をされたな。こいつは遊戯王のアニメでも出てきたカードで、カオスソルジャーとブルーアイズアルティメットドラゴンの2体を融合することで、召喚される攻撃力5000、守備力5000の超ハイパワーモンスターだ。言うてもこの2体は、元々の攻撃力が3000と4500だし、よほどの効果がないと、融合のコストに見合っていない気がするのよね。アルティメットドラゴンは場に出さないと融合素材にできないし、せめてアルティメットドラゴンにない、相手の盤面に干渉する能力とかが、カオスソルジャーが乗っかることでついてくるのかしら。レイムも気になっているマスターオブドラゴンナイトの効果。それは、自分の場のドラゴン族モンスター1体につき攻撃力が500ポイント上がるという、攻撃的かつ、革新的な効果だ。おお、それは革新的。革新的？今日やたらローディングに時間かかるな。まず確認なんだけど、この上に乗ってる戦士ってカオスソルジャーなのよね。墓地にドラゴンがいれば、攻撃力が上がるバスターブレイダーでなく、効果だけ見ると、マジでバスターブレイダーだがしっかりと、カオスソルジャー指定のカードだぜ。じゃないのよ。マスターオブドラゴンナイトくん、これ融合素材にアルティメットドラゴンが含まれているってことは、手札融合ができないから、アルティメットドラゴンちゃんを基本的に、場に出すことになるってことよね。まあ、正規融合の手順を踏むならそうなるな。いや重いわ。アルティメットドラゴンの召喚にブルーアイズホワイトドラゴンが3枚と融合で、そこからさらにカオスソルジャーともう1枚の融合で、最大6枚のカードを使うって、加速する消費社会でも追いつけない浪費力よ。資源を大事にしてほしいわ。まあアルティメットドラゴンの生産コストは、デビルフランケンなんかで補えるとして、マスターオブドラゴンナイトの一番しんどい点は、同じ素材で攻撃力を出したいなら偉大なるダブルキャスターが、相手を制圧する能力で言えば、マスターオブドラゴンマギアの無効効果と再生効果があったりと、コストに見合うパフォーマンスが保証されているカードが後から出てきたのが、かなりしんどいところだな。小型化高性能化の波は、カードゲームにおいても到来するのね。乗っただけ融合ではもう個性としてしんどい時代。彼の人生に幸あれ。さて、乗っただけ融合タイムも終わり、ここからはしっかり混ざった奴らだ。まあそういうしかないのだけど、しっかり混ざったってなんかちょっと不思議ね。しかし今回紹介する黒騎士得意ザメはあまりにも混ざりすぎて、もはや融合素材の形どころか、風味まで完全に消えたカードだぜ。どんなカードよ。こいつは昔の融合では珍しい、名称指定の3体融合モンスターだ。今の時代でも別々のモンスターで3体融合は確かに珍しいわね。シーカーメン、キラーブロップ、海原の女戦士の3体の通常モンスターを融合して召喚されるこいつは、攻撃力は2100と少し物足りないが、ある時期まではインスタントフュージョンで出せるモンスターの中で最高攻撃力だったから、この手のカードにしては珍しく結構な頻度で使われていたぜ。せっかくの3体融合。使わないともったいないからね。こいつの特筆されるポイントは融合素材の扱いだな。スライムと水辺に住む怪物と、マーメイドの戦士。いやマーメイド要素はどこ？ヒレ？人食いと怪物要素は確かに最初の2体で賄えているけど、人食いザメ要素はどこなのよ。マーメイドが邪悪な怪物と融合するのは、わからなくもないけど、なんでその出力先がサメなのよ。いたんだろうよ。サメ好きが。だったら最初っからサメモンスターを融合素材にしなさいよ。グレートホワイトとか適任はいるでしょう。でもコナミくんは人形サメにしたかったんだ。それが全てなんだよ。なんというか、納得いかないわ。融合といえば、やっぱり融合素材同士の関係性があるといいよな。どうしたのよやぶから棒に。例えば、無糖遊戯のしもべブラックマジシャン、バスターブレイダーを融合した超魔導剣士ブラックパラディン、10代の憧れと親友が融合したネオスワイズマン、どんなモンスターが出てくるかも大事だがそれと同じくらい度のモンスターが融合するのかも見どころだ。それはそうね。そこの関係も含めて融合のエモを感じるわ。そんなレイムに劇的なエモをお届けするのが今回紹介するこいつ、カルボナーラ戦士だ。カルボナーラ戦士。カルボナーラ？困惑するのも無理はない。まずは融合素材の解説からだな。ありがたいわ。こいつの融合素材は、マグネッツ1号とマグネッツ2号。アニメ初代遊戯王で城之内くんが数回使ったことがある、マニア向けカードだ。確かにどこかで見た覚えがあるわ。自分でもなんで覚えているのか。こいつらは磁力を使ったコンビネーションが特徴で、頑丈な鎧の防御と、磁力による拘束で相手を逃がさないぜ。マグネッツの戦い方を解説するチャンネル、ここぐらいじゃないかしら。そして磁力といえば引き寄せ相反発するもの。
そんな2体が磁力の力で合体。そうして出来上がったのがこのカルボナーラ戦士。待て。なんだ？磁力の力で合体っていうのはまあわかるわ。マグネットウォーリアーとかもいるしね。でもそれならせめて磁力関係の姿でいてほしいのよ。カルボナーラ戦士って何よ？磁力関係ないでしょ。なんかこう、お料理モチーフのテーマとかそういうので出るべきでしょ。カルボナーラ戦士って名前は、マグネッツたちの連携はまるでカルボナーラのソースのように濃厚な攻撃。だからカルボナーラ戦士となったわけだな。絶対今適当に考えたでしょ。もちろん。はったをしたい。あとそもそもコンビネーションが強みのペアが、合体して一人になったら長所が台無しじゃない。カルボナーラコンビネーション問題だな。遊戯王の長い歴史でもトップクラスの難題。ダメだ、今日のマリサなんかもう全体的に凄まじく適当だ。ちなみにカルボナーラ戦士は、原作アニメで城之内くんのデッキお披露目で出てきたが、実際のデュエルでは使われていないんだぜ。融合前よりも扱いが落ちてるじゃない。続いては城之内くんつながりで、合心竜ティマイオスの紹介だぜ。ヘルモスの爪つながりで城之内くんってことね。合心竜ティマイオスは、アニメ原作のドーマ編で活躍したカードで、伝説の騎士ティマイオスと、伝説の騎士クリテウス、そして伝説の騎士ヘルモスの3体を融合する土級のモンスターだ。王道の騎士って感じでかっこいいわ。こいつは攻撃力と守備力がフィールドの一番高いモンスターと同じになる。そして他のモンスターの効果を受けない。そして戦闘で破壊された時、伝説の騎士モンスターを3体場に出せる。いいじゃない。ではなぜこいつが融合失敗に選ばれたかというと、まず素材がはちゃめちゃに重い。伝説の騎士たちはレジェンド・オブ・ハートの効果で、特殊召喚されるわけだが、このカードは伝説の U カードを除外して、伝説の騎士に変えるカード、3体の騎士を出すためには、当然3枚の伝説の U が必要になる。そのため仕込みは割と大変で、しかも墓地や手札での融合はできず、場に3体のモンスターを揃えて、墓地に送ることでしか特殊召喚できない難儀なやつだぜ。おまけに戦闘破壊時の効果をしっかり使いたいなら、ファントム・オブ・カオスなどのコピーではなく、実物で召喚する必要がある。でもその分強力な耐性があるモンスターで、こいつのしんどい部分その2、耐性はかなり強いんだけど、意外とあっさり戦闘破壊される。こいつの攻撃力は、ダメージ計算時に場の一番攻撃力が高いモンスターと同じになる。したがって相手の場のモンスターの攻撃力が一番高い場合は、普通に相打ちにされる。なんならマジックトラップで、ティマイオスの攻撃力を上げてもダメージ計算時に変化するから、もう恐ろしいぐらいに相打ち祭りだ。ティマイオスくん、まあこいつは実際、効果耐性はめちゃくちゃ強力だし、戦闘破壊後のアフターケアも万全だが、できれば後続ではなく、こいつ自身に大暴れしてほしいもんだぜ。でもかっこいいわ。それはそう。さて、派手に大鳥を飾るのはマジの超レアカードだ。またそのくだり？超レアカードって言ってもどうせ大したカードじゃない恒例のやつでしょ。世界に1枚しかない。マジモンの超レアカードじゃない。そんなレアカードをこの動画で上げてもいいの？きっとヤッシさんなら笑って許してくれるさ。ヤッシさん？今回紹介するカードは、ドクロの司祭ヤッシだ。がっつり実在の人物ね。それもそのはず、このカードは遊戯王第2回全国大会にて、3位までに入賞した方たちに制作された記念カードだからな。とても栄誉あるカードなのね。そんなヤッシの融合素材は、黒木森のウィッチと血の代償。血の代償ね。血の代償？これは全国大会でヤッシ氏が使ったデッキが黒木森のウィッチと血の代償を使った速攻デッキだったことから、この2枚が融合素材に指定されている。そんなゆかりがあるのね。そんなドクロの司祭ヤッシだが、実際のデュエルで召喚することはできない。そっか。限定カードは公式戦では使うことができないから。いや、普通に融合素材の関係だ。なんなのよ。融合のカードは手札フィールドのモンスターカードを素材として、融合モンスターを特殊召喚するという効果だ。なるほど。トラップカードである血の代償は、そもそも融合素材にできないのね。一応方法もないわけではない。そうなの？でもさすがにルールを変えることはできないんじゃ。逆転の発想さ、血の代償をモンスターにしてしまえばいい。どういうこと？マジカルシルクハットで血の代償をモンスターカードにして、融合してしまうのさ。なるほど。確かにマジカルシルクハットは、マジックトラップをモンスターとして伏せられるカードだし、できるのね。そういうことだ。一見不可能に見える召喚条件も、このゲームの歴史の中の様々なカードを使えば、実は不可能ではない。このカードの元となったヤッシさんもそういう可能性を追求して、入賞に至ったのかしら。でも、私たちがこのカードを使う機会は、多分一生来ないんだろうけど。というわけで今回は融合失敗モンスターの紹介だったぜ。なんというかかなり濃いメンツだったわ。有名どころから超マイナーカードまで、強い融合を探すのも面白いが、エキセントリックな融合を見て、どんな意図でこのカードを作ったんだろうっ
って想像するのも、このゲームの楽しいところだな。そうね、ヤッシの解説で言ったけど、プールの多さは遊戯王最大の強みだもん。いろんなカードに触れてみて損はないわ。その通りだ。このチャンネルでは視聴者の皆からのリクエストを受けているので、こんなカードの特集が見たい、このカードについて解説してほしい、などあればじゃんじゃんコメントしていってくれ。また今回紹介したカードで、流通しているものは概要欄にリンクを貼っておくから、欲しくなったカードがあったら購入してみてくれ。さすがにヤッシは売ってなさそうだけどどうかしら。一応過去にオークションで30万で落札されたことはあるらしい。すご。実際に購入リンク貼られるか、ちょっとワクワクしてきたわ。そんなレ夢ムのワクワクを持って動画を締めるぜ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。